空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は4月5日日曜日でございます。はい、昨日ねすっごい大雨だったんですが、今朝になりまして、雨が止みましてですね、晴天でございます。はい、ピーカンでございますね。はい、ということで何やら気温もね、暖かくてですね、上昇する予想でございます。予感でございます。はい、ということで、今日はですね、ですから、多分晴れてくるでしょうから、フットラボ、AI かける農業かける AI っていうことで、昨日ね、センサーの温度センサーのケーブルコネクタ作ったんで、それのテストをしたいのと、あと外が晴れたので、ちょっと水道管のね、値切り工事っつってね、ちょっと穴掘って延長させて、水道管接続まで行きたいですけども、どうでしょうかね、そこまで行くかどうか。はい、ということで、今日もね、頑張ってやっていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。人月はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら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 かな。写真撮っていきたいと思います。はい、それじゃあさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、思ったよりちょっと天気良くなりませんで、気温は、高くなってきたんですけど、曇りということでございます。はい、ということで、このままねまた、午後フッツラボ戻りまして、はい、農業かける AI ということで、ラズパイと、ノードレッドで、今日はね温度センサーのケーブルコネクタができましたんで、それを実際さして、試験テストですね、はい、ちょっと実験ですかね、はい、をやっていきたいと思います。ということで本日はご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということでドローンいたします。ドローンはい、ということでね、午後からフットラボ戻ってまいりました。なんかね、お店にあったね、こんなでかい船、なんつうんですかね、船マニアにはたまんないんでしょうけど、私にはよく分かりませんが、補船なんつうの、昔の動力でこう風を受けて走る船、あれが売れたんですよ。はい、で今ねおじさんとねどうやって送ろうかって悩んでましてですね、はい、うちに断熱材の発泡スチロールがあったんで、それで箱組んで送ろうかと、そういう感じで今ねちょっと段取りしてました。はい、ということで帰ってまいりましたんでね、今日は、こちらね、ラズベリーパイ、かける農業かける AI ということで、ラズベリーパイかけるノードレッドということで、温度センサーが来ましたんで、温度センサー5つを、ケーブルコネクタを作りまして、で、ラズベリーパイに入れて、で入力して、で各、番号の温度が何度だったら、LED を点灯するとか、あと、グラフ書かしたり、あと LINE 通知までできるかもしれないということなんで、その辺のね設定をやっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月はい、それじゃね、こちらねセンサー5個、をつなぎまして、
あれなんか抜けてる。ラズベリーパイにねつなぎまして、そしてLED つけまして、そしてラズベリーパイ立ち上げまして、まずね、ラズベリーノードレッドか、ノードレッドを開きます。はい、じゃあまずね、ターミナルにねこの5個の温度センサーを認識させるための、コマンドをね打っていきます。 ls sys スラッシュバススラッシュ w 1スラッシュ d デビデバイシイススラッシュ。はい、あらダメだ、アクセスできません。間違ってっかな、スペルが間違ってるかな。シスバス ls スラッシュシスバス W1 W1 が抜けてんね。はい、ここね、抵抗をね入れる場所がね、データっていうこのライン、黄色いラインに直列つないだんですけど、どうやら、プルダウン抵抗なんでデータと ACC のここにね、並列つなぎしなきゃいけないらしいんで、認識してくれませんでした。失敗です。はい、つなぎ替えてもう一度チャレンジしたいと思いますね、はなちゃん。はい、付け直しました。はい、じゃあ付け直したんで再度立ち上げます。お、ちゃんと出ましたね。28、1、2、3、4。あれ4つなのかな、どうなのかな。はい、センサー認識したんですけども、4個しか認識しないと。実際は5個なんで、またこれも失敗なんで、またね、全部1回抜いて、そして1個ずつ立ち上げて、どれが原因かね、多分どれか配線ミスだと思うんで、確認していきたいと思います。まあこんな作業ばっかりなんですよ、こういう作業はね。はい。はい、じゃあね、1個ずつね、試していきますよ。はい、5個認識しました。やったー。じゃあ次ね、いきますよ。
はい、それじゃあね、センサー、温度センサーをつけまして、ラズパイで読み込ませて、そしてね、ノードレッドっていうので、こうやってね、プログラミングをいたしまして、各種設定を押しました。そしたらね、スマホの方で、よいしょ、このようにですね、はい、今の温度が何度っていうことがスマホで表示されるようになりました。はい、ですね、とりあえず今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。で、この後ですね、取得しているデータを CSV ファイルという、データファイルですね、に変換して保存したり、あと、ある温度になったら LINE に通知するとか、この LED に表示するとか、またね、それは次回、やっていきたいと思います。いやー、思ったより意外とね、もう設定で時間かかってしまってね、全部いくかなと思ったけど、できませんでした。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。はなちゃん、いいですか、終わって。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、いやー、設定関係とね、もうほんと時間かかりますね。なかなかうまくいきません。はい、やっとですね、温度のデータを取得して、スマホに表示することができました。はい、次はね、データとしてちゃんと CSV ファイルっていうのに保存して、どこにでも投げられるようにね、保存するのと、あとそれを、あと温度のね条件をつけて、ある温度になったら LED を点灯するとか、LINE で通知するとか、それはまたね次回やっていきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ニンゲッツ